チェキラともいて14です。今回はこちらクイーンウォーカーズカップからね、データ見ていきたいと思います。見てない方もいるかもしれないんですけど、クイーンウォーカーズカップというのをね、今主催でやらせていただいてまして、ラウンド16、ベスト16のところまで全て終わりました。合計で80アタックあったわけなんですけど、日本トップのクランの集まった大会で、どの戦術が一番多く使われたと思いますか？大きく分けてね、4つ、クイヒー系だったり、ドラ系だったり、ラバル系だったり、いわゆるスマッシュ系ですね、中華式だったり、スーパーボーラーだったり、その辺の編成、どれが一番使われたと思いますかと。予想なんかね、していただきつつ、この後一緒に見ていこうかなと思います。全てのデータをね、前回だったか前回じゃなかったかとか、シンプルに編成で分けてね、使用率みたいなのをね、つけていきました、データ。今回はね、このデータを触れつつ、ちょっとやっていきたいかなと、実際にアタックをね、見つつやっていきたいかなと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけで、まずは全回率から確認していきましょう。前回は、総アタック数80のうち、全回数40というわけで、なんとね、全回率 50% ぴったりでした。半分のね、アタックが 50% 全回になるということで、スコアで言うと、平均で言うと、12対13っていうのが平均スコアになりますね。勝利チームの12、逆や。勝利チーム13、敗北チームが12ぐらいだと、ちょうど 50% ぐらいの感じになりますね。で、星2が 45% で、星1が 5% というわけでね、なんと4回もね、飛び出してしまったというところで、全体のアタックの 5%、昔の消費税ぐらいは星1が生まれますよと。さあ続けて、早速見ていきたいんですが、こちら、クイヒーから見ていきましょう。クイヒーは80アタックのうち、どれぐらいあったのかというところなんですけど、こちら、ドンというわけで、総アタック数15、全回数は9本、全回率は 60% というわけで、意外と少ないかな。クイヒー系は15本ということで、使用率は18.75% になってます。全体の 18.75% になっております。こうやって見るとね、クイヒーラベルが5回あって4全回ということで、かなり全回率の高いクイヒー編成になっており、ディガホグもついで多く使われた。一番多く使われたのはクイヒーディガホグなのか。クイヒー戦術の中で一番使われたのはディガホグなんですね。あんまり使われてないような戦術にね、思われがちなんですけど、実は結構使われてましたね。確かに、クイーンウォーカーズカップでは全回が多いねっていう話をね、何度かしたと思うんですけど、使用率までトップでした。というわけでね、今回は、クイヒーディガホグのアタックをね、リプレイ、実際のね、クイーンウォーカーズカップから持ってきましたので、見ていきましょう。さあ、おがやつさん。クイヒーディガホグロケバル3体。バルーン5体とちょっと多めですね。突撃艦をセットしてるので、初手で投げるかな、これは。初手突。しっかりと罠も警戒しつつ、突撃艦を投げ込んでいって、この突撃強そう。イーグル、マルチ、ウォーデンゾ。この突撃美味しいですね。さあ、援軍も釣りつつ、めちゃめちゃ破壊していきました。逆サイドにクイーンを展開しています。これね、新兵器でも同じような仕事量できるんですけど、援軍を釣ったっていうところが、今回の突撃艦のいいところですね。さあ、これタンクヒーするつもりなのかな？しかないか。ってなると、この辺ガーゴイルとかでね、もう回収、サイドカットしとくといいね。ウォーミングは解除。ディガホグ多分3次部隊から絞っていく感じになると思うんで。さあ、逆サイド展開しちゃったか。くるっと回ってホーミングが当たる。そうだね。その位置にあるのはこっちにもあるから、そのバルーンはうまい。取るか間に合うか。引っこ抜けましたね。少し角度の違うものに当たった気がするけど。これは穴開けしない。通路通すのか。通路同士でターンを見ていくような形ですね。なるほど。それうまいな。それはうまいですね。マルチが打てないので、ちょっとこっち側にどうせ膨らみますからね。しかも初手でテスラモリを処理ができる。ヒールしっかり効いてるのと、イーグル砲がないんでね、ここ、固まってるうちにイーグルを受けないのでうまい。さあ、キングの方穴開けしていって、これうまいな。さあ、ストライカー出してトームの準備、ここでトーム。さあ、ここは、インビジブル。ダウンホールもヒーラー横打ち。タイミング完璧だな。うま。さあ、これは、タウンポイズンも受けることなく突破していって、レイジかけて、ストライカー加速、キングがフィスト残してますよ。回収はしっかり伸びていって、ラストフリーズ、もう一回フリーズで。これめちゃくちゃうまいな。強っ。
素晴らしいですね。さあ、ロイヤルチャンピオン能力解放していって、あとは回収だけ。これはうまい。さあ、圧倒的全開へ。これで猫フン側がね、星1を取らない限り勝ちを確定するような全開になっていきました。めちゃめちゃ残ってる。4ヒーロー生存からのディガホグめちゃくちゃ残ってる。はい、というわけで続けてドラ系見ていきましょう。ドラ系はどれぐらい使われたのかというところで、やっぱりね、スーパードラゴンがね、弱体化入ったと言われ、今はめちゃめちゃスーパードラゴン環境じゃないですか。そりゃもうね、ドラゴンめちゃくちゃ多いんじゃないですか。昔もだってスーパードラゴン出る前からドラゴン関係になってんだから、まあさすがにね、ドラゴンが1位であるべきでしょう。というわけで、早速見ていきましょうか。ドンというわけで、意外と18アタックとね、まあ全開率は11本と、そうだね、スーパードラゴンが 54.55 ということで、意外と苦戦してましたね。使われてる回数は多かったんですけど、5回も、今の環境でスーパードラゴンから5回も生まれたら結構大きい方だけどね。シンプルにこの環境でもドラを使う人がいたり、インドラスケルトンが今回優秀でしたね。3分の3前回と。結構インドラ系ってね、あんまり使われないんだけど、刺さる配置にしか使われないからっていう意味もあって、インドラの全開率って基本大会で高くなりがちな印象がありますね。インドラって強いんだよね。強い戦術な上にそんなに使われるわけではないからそんなに対策されてなくて、まあ一応突撃艦ね、他のドラゴン系の突撃艦と被ってしまうみたいなのはあるかもしれないんですけど、意外と穴場な戦術かなというところですが、まあ今回はね、やっぱメインのスーパードラゴン見ていきましょうか。早速見ていきましょう。さあ、スーパードラゴン。弱点、なんか弱体化されてからも、また混ぜちゃった弱体化と。弱点と。そう、そっちからか。はい。サイドカットしてるので、キングも入れつつ、ここどう見ますかね、このマルチ。流れてくる街かな。そう、タウンは突撃艦で行くのかどうかというところですが、まだボマー投げてないところを見ると、これは突撃艦でタウンを狙いに行く形になりそうかな。さあ、中心部めちゃくちゃ綺麗に進みますね。さあ、突撃艦バルンって投げてたっけ。さあ、しっかりタウンホールの方に突撃艦は届いていって、スーパードラゴンはマルチインフェルの方へ向かってくれました。さあ、これこの人のドラゴンマジで強いよな。スーパードラゴンぶっ刺さり。いや、すごいな。綺麗にちゃんと進みますね。さあ、クイーンに反応してくれるかな。さあ、フリーズをかけて、スーパードラゴン寄ってほしい。さあ、ロイヤルチャンピオンも上側登場しております。これも鬼だな。バーカ早いぞ、前回タイム。さあ、残り時間は1分44秒と。バーカ早いな。圧倒的。最速タイムじゃない今日。1分24秒で全開。ガーサス。はいや。はい、というわけでドラゴン系でした。ちょっと使用率の話してなかったですね。ドラゴン系は 22.5% というわけで、4分の1よりは少し下回るという結果でびっくりですね。全開率に関してはドラ系よりも、ドラ系の方が食い火より高いという状況ですね。なるほど、なるほど。続けてラバル見ていきましょう。ラバルってどれぐらいだと思います皆さん。あんまりね、世界大会でも上手い人しか使わないラバル、イメージありますけど、やっぱドラゴンとかが高いんじゃないですかって思った、そこのあなた。なんとこちら、ドンというわけで、25回とね、全回数も14個。総アタック数25ということで、一気に増えましたね。食い火より10本も多かったり、ドラゴンを圧倒的にしのぐ数のアタックがね、ラバルから登場しました。このね、ラバルが増えたっていうところは、デイ2ですね。デイ1はそんなに、ほぼ対策陣同士の対策だったんですけど、デイ2がレジェンド陣だったり、ボックス配置の対戦配置をね、使ってたクランが多かったので、そこに対して一気に後半突イズラバルだったり、ラバル系がめちゃめちゃ増えたんですよね。突イズラバルってね、結構他のラバル系に比べるとリスクがあるというところでね、突撃化を投げなきゃいけないというところで、今回それに特化した罠を置いたクランがね、天狗なんですけど、こちら見てください。ドンというわけで。チーム忍者先行、塩さんから、またしても突撃ラバルと。うおー神ベイト。これはしっかり落ち着いて出し直しましたね。素晴らしい。うおーは何事
まあこんな感じでね、もうガンメタ張って守りに行くみたいなね、ドンピシャの場所にドンピシャの戦術が来たらこうやってきつい展開になっちゃいますよね。まあ今回はね、ラバ1体だけで済んだので落ち着いてましたね。ラバ出しただけで止まったところがさすがでした。まあ難しい戦術とはいえ、刺しやすい配置がたくさん出てきたっていうところもあり、まあ日本人もともとラバル上手い人多いですから、なんと、クイーンウォーカーズカップでは25本、使用率も 31.25% と、まあ、全開率でいうとね、一番低いパーセントにはなってしまってるんですが、現状。ラバル系、こちらも見ていきましょう。さあ、アルさん。お、ホッツウィズラバル。配置は統一されてきましたね。さあ、罠は、しっかりと、めっちゃ赤バックス出た。まあ、このゴブリン強。ゴブリン強。グランジを破壊したことによって、援軍がもう出てきません。そのゴブリン採用強いな。確かに。それは強い。結構ね、アーチャー使う人が多いと思うんですけど、グランジを一瞬で壊したことで、援軍出てこないような、かつ、まあ、どっちにしろグランジョってスパウィズ打つようなあれだったと思うんですけど。すごいな。リクスケがお祭りしてる。ただ、バルキリー採用がうまいですね。しっかりバルキリーでリクスケルトンに合わせるようなことをしていたので、このバルキリーうまい。さあ、ウォールブレーカーはどこにつけてくる？真ん中だ。真ん中なのか。タウンホールがそうなると、ラバルパートで拾っていく形になりますかね。狙ってた区画は多分もう一個左だったと思うんですけど。さあ、ただトルネも解除できたし、ヒーロー爆伸びすぎるこれは。さあ、やりたかったとツビズラバルって、対空砲全部消えた。しかもクイーン帰ってくる。ユニコーンにターゲットが変わったことでクイーンがまだ延命されていってフリーズまでかけていくことで、これはクイーンでシングル折れますね。しかもここあれがないからもうトルネード解除できてるので、さあこれは圧倒的すぎる。タウンポイズンを受けてしまったところに対してトーム中にヘイストかけて一瞬で突破していって、ラバ2体がニート状態ですね。もう対空砲ないんで。激強突ビズラバルだ、これは。これは完璧ですね。突ビズラバル。やりたかった突ビズラバルってこういうことだよねっていうのがね、ぶっ刺さっていきましたね。ホッサンとかもね、こういうタイプってこういう取り方をするんですけど、結構ね、突ビズラバルだとヒーローでタウンホールを取りたいみたいなのがね、割と頭の中にね、あると思うんですけど、最近ラバルで取るっていうことをね、こういうタイプの配置では流行ってますね。いやー強い。ガーサス。はい、というわけで最後にスマッシュ系と一応その他のね、戦術が1本ありますので、そちらも見ていきたいと思います。というわけで、もう残ったアタックも残りわずかですね。というわけで、両方一気に開けていきましょう。ドンというわけで、こちら。はい、総アタック数21本、総アタック数21本のうち全開が6本ということでね、ここ激しく低いんですけど、全開率が 28.57% と、使用される戦術はね、使用される回数はめちゃめちゃ多かったんですけど、全開数が6本とかなり伸び悩んだのがここでしたね。特に注目なのがスーパーボーラー、スーパーネクロのところかな。スーパーネクロ6本使われて全回数0本というところでね、ここが大きく響いてのスマッシュ系のところですかね。中華式が今まではね、ずっと使われることが多かった世界大会でも中華式がね、トップ3ぐらいに入るぐらいのなんか使用率だったんですけど、4本しか使われず、逆にスーパーネクロとかスーパーボーラーのが多いっていうところで、やっぱボックス配置が使われてた環境だったので、この辺が流行ったというか使用されたのかなっていうところかなと思います。結構大きく違いますよね、これ。今までのだいたい6割5割超えっていうところだったのが一気に3割を切る形になったので、少し苦戦していたのかなと思います。というわけでね、そんな 28.57% の全開率でもめちゃめちゃ綺麗なスマッシュ系のアタックがいくつかありましたので、こちらも一緒に見ていきましょう。エアマスターですね。マスターしてるわ。マスターしてるから陸使うんですよ、皆さん。勘違いしないでくださいね。
ヒーラー6体だ。へえ。ヒーラー6。面白い使い方するのかな。33とかで分けて、ロイヒーとかするのかな。そんなわけないよな、さすがに。さあ、まずはヒーラー2体だけつけて、これ、クイヒー4体で、そうだよね。両サイドカットだね。そのためのヒーラー6だね。なるほど、なるほど。うまい。さあ、しかも対空砲はラッシュで。で、ヒーラー2体のところ、少し回復力を高めるためにユニコーンをつけることで、止めていって、両サイドをクイヒーとオデヒーでサイドカットしていく中華式。うまい。これ面白いな。さあ、そして突撃艦をタウンホールの方へ向けて投げていっていいと思う。面白いプランニング。うまいうまいうまい。これは真ん中にジャンプですが、突撃艦がセットで置かれているので、少しこのレイジーフリーズが、ちょっと、フリーズが使わされてしまう感じにはなりましたが、きっちりレイジの効果が残っているうちに突撃艦は届いていって、タウンホールケアがしっかりできました。さあ、ここでババキンフィスト。中華式なんですが、結構キングも内側に入れていくようなスタイルだったのと、ネクロが今回入ってないですね。なので、外周部流れる部隊がいないので、ここはロイヤルチャンピオンで突破しないといけません。さあ、リクスケルトンとポイズンまでここに打っていって、ロイヤルチャンピオンのみでここを見るようなプランニングだったので、少し重いですね。しっかり対策がされているので、入り自体はすごく綺麗だったんですが、突破はできず。ただ、時間がこれかなり早い展開をしていったので、まだこの状況で1分20秒あるとなると、これキングとペッカ3体生存してる中で、クイーンが黒く残ってるってなると、これは壁ぶち破って全開まで伸びそうかな。あ、オーデンが壁殴りに参加してくれてる。ちょっとだけお前早く来いよと。殴っていって。あ、クロークまで使った。巨大爆弾ヒット対1クロスの射程はクイーンの方に入ってしまうので、ウォールブレーカー最終区画つなげれるからもうクローク早く使っちゃうという形だったんですが、壊せた施設が一つもないので、このクロークは温存でよかったかもしれない。クロークを使ったことの能力で何か別の施設がね、壊せればいいんですけど、今回の場合だと、壁を早く破った代わりに早く死んだだけなので、ちょっと残しておいた方が正解だったというところだったと思うんですけど、問題ないですね。時間が間に合っていて、これは素早い展開でやったことでロイヤルチャンピオンが届かなかったところをしっかり全開取り切っていって、ガーサス。うまい。はい、というわけで今回はクイーンウォーカーズカップのね、データを一緒に見てったわけなんですけど、皆さんどう感じましたか？やっぱりスマッシュ系の全開率の低さは結構びっくりしましたね。なんだろう、解説してる感じ、あんま全開取れてないなって印象あったけど、ここまで低いとは思わなかったし、ラバルがこんなに多かったとも思わなかった。なんだろうね、ラバルめっちゃ多いなって言ってたけど、突ウィズラバルと純正ラバルがね、Day1、Day2 多かったけど、一番多いとは正直思わなかったですね。今の環境ってやっぱドラ環境って言われてる中で、ドラゴンよりもスマッシュ系だったりラバルの方が実際は疲れてたっていうところでね、ちょっと日本人っぽいとこが出たかなと思います。これ海外で撮ったら結構ドラばっかになると思うけど、日本はね、やっぱり綺麗に撮りたい人が多かったりするし、レジェンドリーグでね、中華式とかやってる人も多いし、スーパーボーラーだったりスーパーネクラもね、割と他の国よりは使われる回数も多いのかなっていうところで、こういうスタッツになったんじゃないかなと思います。というわけでね、最新版のガチ対戦の戦術データでした。このままね、ラウンド8、ラウンド4決勝戦と一緒、全部データつけながらね、やっていこうかなとは思いますので、ここからね、どう変わるのかもちょっと楽しみですね。なんでこういうデータになったとかね、そういうなんか話が、そういうなんか予測とかそういうのあれば、ぜひコメントください。個人的になんかこういうね、データとか見るのは結構好きな方なんで、僕も世界大会前は結構データ取ってこういうの軽く作ってたりね、してたんですけど、今ね、ツイッターで有志でめっちゃやってる外国人がいて、うわ、この人すげえと思うんだけど、ちょっとそこまではさすがにできないんでね、クイーンウォーカーズカップぐらいはやっていこうかなと思いまして、今回データ作っていきました。というわけで今回こんな感じで終わると思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。さよなら。